イキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回ね、最近もう非常にね、よく聞かれますね。よく聞かれる新型 AirPods、もう AirPods Pro についての新型の噂についてね、ちょっと解説したいと思います。皆さんはね、AirPods 使ってますか？結構ね、使われてる方ね、多いと思うんですけども、はい、僕も使ってますね。今つけてるんですね、AirPods Pro。で、もしかしたらもうすぐね、発売かもということで、結構ね、早めにもしかしたら来るかもっていうことで、久々ね、ほんとね、久々のそのアップデートになるんですよ。この新型で AirPods、AirPods Pro が、どうなるのかですよね。発売時期とか、もちろんなんですけども、今まででね、ちょっと情報とか整理しつつですね、デザインとか価格が、じゃあどうなっていくのか、とこまでね、ちょっと解説したいと思います。こちらのチャンネルではですね、Apple 製品のリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、はい、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシー高めていければと思ってますので、ぜひね、まずはチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってください。で、また一番右の通知ベルも押していただくとすぐね、最新情報届きますので、ぜひね、押していただければと思います。一応ね、10月の記事にはなるんですけども、大手メディアのブルームバーグですね。ブルームバーグさんの記事によればですね、Apple は、現在ですね、2つのその AirPods の新しいモデルに今取り組ん、製造に取り組んでいるというところですね。まず1個目がその第3世代のエントリーレベル。安い価格帯の AirPods、新型の AirPods と、第2世代の AirPods Pro ですね。こちらノイズキャンセリング搭載になるんですけども、今の AirPods Pro っていうのは2016年にね、登場してから、ほとんどデザインとかね、機能的には変わっていないと。はい。ずっと変化してないんですよね。はい。特にその最初登場した時とかは、なんかもう耳からなんかね、うどんが出てるみたいでダサいみたいなね。結構そんななんかちょっと馬鹿にされたみたいなね、こともあったりしたんですが、今見てみればどうですか、そのね、もう本当街中でね、最近その AirPods をね、もうつけている人、もう見ない日はね、ないんじゃないかっていうぐらいね、皆さんその iPhone ユーザーの方とか特にね、使われてますよね。みんなね、もう耳からうどん出してるみたいな、感じですけども、はい。うどんは出てないか。ちなみにその AirPods はですね、Android でも使えます。はい。Apple Watch はね、Android では使えないんですけども、はい。そこはいいとして、はい。で、また AirPods Pro もですね、2019年の、11月にね、発売されて、1年以上ね、そろそろ経過してるんですよね。僕も発売日に、買ってですね、使ってるんですけども、一応その AirPods と、Pro の違いっていうのをね、例えば3つ挙げるとするとですね、一番大きいのは、まず1個目、このノイズキャンセリングの搭載ですね。周りの音をね、かき消してくれるっていうね、ものになります。で、2つ目が、外部音取り込みモードっていうのがついてます。これ何かっていうと、さっきの言ったノイズキャンセリングとは全く逆の機能で、逆に音を取り込めるってものですね。なんで、イヤホンつけたまま、今、僕つけてるんですけどね、外部音取り込みモードで今話してるんですけども、周りの音を聞きながら使えると。イヤホン挿したまま使えると。会話とかね、結構したりするときに便利です。はい。で、最後は、AirPods Pro は、カナル型って言われるですね、わかりやすくほんと耳栓みたいな構造になってます。イヤホンになってるので、結構周りの音をね、遮断するような、形になってますね。耳を塞ぐような、タイプになります。AirPods は結構開放型とか言ったりしますけども、周りの音を結構取り込めるようなね、形になってますと。僕もAirPods Pro さっき言った、発売日に購入して毎日のように使ってるんですけども、結構ね、最近ガタが来てですね、一回ね、その、Bluetooth の接続がね、めちゃめちゃ切れるみたいな現象が、あってですね、一回修理というか、見てもらって、本体をね、交換してもらったんですけども、本当 Apple 製品って購入から1年間のね、製品保証っていうのは Apple Care とか別に入ってなくても、勝手についてるので、無料でね、本体交換してくれますので、もしなんか調子悪い人とかいたらですね、修理なりね、早めに見てもらった方がいいですね。うん。片耳、例えば交換とか普通にするとね、確か1万円とかね、結構いい値段取られるんだと思いますね。はい。なんで、1年間無料でね、交換できたりするので、はい。やっぱり充電の持ちとかだんだんやっぱね、悪くなってきてるなーって思うので、最近。そろそろやっぱその AirPods のね、やっぱアップデートもね、必要だと思いますね。はい。はい。そういったところでね、そろそろアップデートね、来ると。じゃあどういうアップデートがね、じゃあ来るのかっていうところですね。気になるところなんと思うんですが、ちょっとそこね、お話ししていきたいと思います。で、まずはね、新しい AirPods の方ですね。
なんですが、はい。まず、この新型 AirPods の、デザインについてなんですが、おそらく今のね、AirPods Pro に、似たようなデザインになるんじゃないかと言われております。今この本体はね、この長いね、うどんの部分ですね。うどんの部分が、なんかその、ステムとか言われたりするんですけども、ここがやっぱりこう、細くなって、今の AirPods Pro みたいな感じですね。短くなって、あとイヤーチップが交換できるような、ものになるんじゃないかと言われておりますね。今の、なんで今の AirPods Pro と一緒ですよね。この AirPods Pro の場合はね、イヤーチップが、交換できる、ものになってますので、僕の場合は、アユートさんのアズーラ、なんだっけ、センダエアフィットか、でですね、快適に使えてたりするんですが、はい。こちらもちょっとね、時間があればレビューをしたいと思うんですけども、イヤーチップがね、交換できるようになるということは、ここはちょっと記事では触れられてなかったんですけども、AirPods もしかしたらこの密閉型になるのか、ちょっとわからないんですけどもね、なるのかもしれないですね。はい。それかこの形で開放型なのか、はい。ここはちょっとわからないんですけども、形として AirPods Pro に近いものになると。はい。じゃあ逆にその AirPods Pro とのその違いっていうのはどういうところにあるのかってところなんですが、一番大きいのはやっぱりノイズキャンセリングの搭載がないというところですね。で、またこの新型で期待されるのが、バッテリー駆動時間の、そこの改善ですね。今本体でだいたい5時間ぐらいってね、表記になってるんですが、例えば今サムスンの Galaxy Buds Plus ですかね。最近出た新しいモデルなんですけども、これとか本体のみで、一応11時間使えるという、風な書き方になってるので、そう考えるともう倍ね、以上違ってくるっていうところで、2016年に発売したモデルなんで、そろそろもうこのバッテリーをちょっと改善ね、してもらいたいところだなと思いますね。はい。で、あと気になるね、この新型 AirPods 第3世代のお値段なんですけども、おそらく今までと同じように据え置きの価格になるんじゃないかと思いますね。現在、なんで現在今、17,800円かな、税別で。の第1世代。そこか、ケースがね、ワイヤレス充電に対応したモデルの第2世代のものだと、22,800円ですね。こちらも税別なんですが、そこら辺あたりになるんじゃないかなと思いますね。やっぱ AirPods Pro の機能ですね。ノイズキャンセリングとか、削った分、大体安くなるイメージ。削ると大体2万円、前後になるんじゃないかなと思いますね。はい。で、気になるね、新型そのね、AirPods の、第3世代の、発売時期ですね。さあ、これね、非常に気になるところだと思うんですけども、基本的には2021年の、前半だったりですね。前半だったり、春頃っていうね、予測が非常に多いです。はい。多いので、大体6月くらいまでには登場するんじゃない、登場する可能性が高いんじゃないかと思いますね。前回のね、動画とかでも言ったようにですね、3月に発表会は、おそらくあると思うので、早ければ、その3月に、来るか、4月とかの可能性も結構高いって言われてますので、まず、早い段階であるとすれば、その3月とか4月あたりじゃないかと思いますね。はい。で、またちょっと新しい情報出てくればね、どんどんシェアしていきたいと思いますので、ぜひね、気になる方は、チャンネル登録して、お待ちいただければと思います。で、続いてはですね、新型第2世代の AirPods Pro についてですね、こちらのお話をしていきたいと思うんですが、デザインについては、新しくね、新しくなるっていうことですね。こっちに、AirPods Pro に関しては。新しく丸みを帯びたデザインになるんじゃないかと言われております。はい。AirPods Pro にあるね、さっきも言ったように、この棒の部分ですね。そこから伸びてる棒のような部分。このステムと言いますけども、ここがね、おそらくなくなると。なくなってより非常に小型でシンプルなものになるということですね。はい。例えば、さっきで Galaxy Buds とか、Amazon Echo Buds とかもあるのかね。結構ね、丸くてね、耳にフィットするようなね、デザインだったりするんですよね。あと本当にね、丸くてシンプルなやつだと、マイクロソフトの、Surface Buds っていうね、これで、Surface Ear Buds ですね、とか、出てるんですけども、めちゃめちゃシンプルで丸いイヤホンなんですよね、これも。AirPods Pro も、ここまで大きくはならないかもしれないですけども、こういった結構丸いデザインにね、シンプルに本体だけになるんじゃないかと言われてます。ただ、この記事の中でノイズキャンセリングとかですね、ワイヤレスアンテナとかマイクをやっぱこれだけね、小さい部品の中に、統合してね、搭載するっていうのはなかなかね、難しいっていうね、苦戦してるみたいな、ことも、書かれてたりしたので、ちょっとね、大丈夫かなっていう点もあるんですが、はい。あとちょっと心配するあとね、ちょっとそうなってくると心配だなと思った点が、こんだけ小さくてね、ノイズキャンセリングもね、搭載してて、これが結構強みだと思うんですけども、ちょっとこんだけちっちゃくなると、バッテリーの持ち大丈夫かなっていうね、ちょっと心配はありますかね。はい。
なんで、このなんかデザインとかのね、イメージとか見てると、バッテリーの駆動時間っていうのはそんな大きく変わらないんじゃないかと思いますね。さすがに今より下がるってことはないと思うんですけども、小型になって変わらないっていうような言い方なのか、多少ちょっと、伸びても数時間とか、そういうものになるのかなと思いますね。はい。あと、やっぱ本体ここの豆みたいにね、要するに、ビーンズとか、ね、サムスンのやつあるんですけども、あとそうなると、操作とかね、これどうやってやるんだろうとかね、その辺もちょっと注目かなっていうところで、今この棒の部分でね、長押ししたりして、ノイズキャンセリングと、外部の取り込みモードですね、切り替えたりできるんですけども、もしかしたら本体を押す感じなのか、タッチ操作とかもね、選択肢とあるんですけども、ちょっと安定性にまだまだね、難があるので、他社製品とか僕使ったことあるんですけどね。はい。実際AirPods Max、ヘッドホンですね。ヘッドホンのバージョンも出たんですけども、結局ね、そっちもタッチ操作ね、採用されてないので、あんだけ大きい部分でタッチ操作、結局採用してないってことは、AirPods Pro とかでもね、採用の可能性っていうのは結構低いんじゃないかなと思いますね。なかなかやっぱり操作のね、誤操作とか、変な時に触って動いちゃったりとか、結構あったりするので、はい。そこら辺の操作方法とかも、結構注目かなと思います。はい。あと、一時期ね、その新色のなんかブラックモデルみたいな、出るっていうね、なんか噂とかね、出てきたりしたんですが、最近ね、ほんともうさっぱり効かなくなっちゃったんですよ。なので、もしかしたらちょっとデマだった可能性が高いのかなって今思ってます。なんで確率としては新色はちょっとないのかなっていうね、ところですね。僕はちょっと楽しみにしてたんですけどね。個人的にはちょっと出てほしいんですけども。はい。で、新型AirPods Pro のね、価格についてなんですけども、こちらもおそらく据え置きではないかなと思いますね。すでにね、もう価格としても今税込みで3万円ぐらい。結構そのお高い部類、ハイエンドモデルの部類になっているので、これ以上ね、価格をさらに上げてくるっていうのはね、可能性としては低いんじゃないかなと思いますね。AirPods Max はね、めちゃめちゃ高いんですけども、なので、狙い目としては、これ逆にね、狙い目になっていくのは、今の AirPods Pro っていうのは、やっぱ確実に値下げは起こると思うので、はい。新型の機能とか次第ではあるんですけどね。そっちを結構狙うのもありかなっていう気がしてますね。なんで今のこの AirPods Pro っていうのがかなりコスパモデルになるというか、高くなりそうなね、予感がしてます。はい。実際中古市場がね、またこう盛り上がるんじゃないかとね。メルカリとかが。はい。実際やっぱワイヤレスイヤホン市場の40% ぐらいね、データによってはもうアップルが取ってるみたいな AirPods で。はい。結構なんで他の他社と比べてもう独走状態みたいなね、状態なので、さらにこうね、AirPods Pro の価格が下がってね、シェアが広がっちゃうっていうね、気もしてます。はい。で、また、気になるね、この AirPods Pro、新型の発売時期なんですけども、先ほどね、AirPods のね、第3世代、新型と同じでですね、大体やっぱ今年の前半までだったりですね、あとMac お宝さんとかによりますと、4月になんかね、新型の iPhone SE と一緒に出るとか、そういう噂もありますね。なので、やっぱ春ぐらいにはね、来るんじゃないかなっていうね、予想が来るんじゃないかなと思ってます。なんで、大体さっきの AirPods 時期が被ってるので、AirPods とこの AirPods Pro が、同時にね、発表とか発売っていうのも全然あり得るかなって、思いますね。うん。なので、今3月ね、まず、前回出したので iPad Pro とかですね、iPad 関連とかね、Apple TV とかが、おそらく発表されて、4月に、AirPods ですかね、発表みたいな、もしかしたらサイレントでね、いきなりバッて出てくるかもしれないんですけども、流れが今のところは濃厚なんじゃないかなと思いますね。うん、去年もね、結局10、11、12月と、3ヶ月連続でね、今までそんなことなかったんですけどもね、発表会あったので、全然ありえない話ではないかなと。はい。実際わからないんですけどね、蓋を開けてみないと。うん。でも発表の確率は結構高いんじゃないかなと思います。はい。ということでね、以上はちょっとね、AirPods 関連新しい情報でしたね。ちょっと皆さんはね、どう感じましたかね。気軽に概要欄下からね、コメントいただければと思います。うん、僕も新型出たらちょっとね、すぐ買いたいぐらいなんですけどね、結構ガタ来てるんで。はい。また、その、さっき言った新型の iPad Pro とかについてはですね、前回の動画でお話ししてますので、そちらもね、興味ある方は、どうぞね、ご覧になって、参考にしてみてください。はい。で、また、ツイッターもね、日々更新してますので、こちらもで、もしよかったらフォローお願いいたします。あと、クラブハウスもゆるくね、ちょっと使ってますので、はい。もしやってる方いましたらフォローをね、お願いします。はい。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったなと思った方はですね、
まあチャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。コメントもすべてね、見させていただいてますので。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。